今回はデーモンヒルとジャック・ビルヌーブのドライビングの違いについて見ていきたいと思います。前回の動画で96年をもってウィリアムズを離脱したデーモンヒルのことをルノーのベルナール・ディドさんは非常に残念がっていました。ヒルの速さと開発能力を惜しんでとても悔やんでいるというようなそんな感じのインタビューを紹介しました。じゃあ96年のチームメイトだったビルヌーブとヒルを比べてどんなドライビングの違いがあるのか。で、ビルヌーブのドライビングはどのように評価されてたのかっていうのを見ていきたいと思います。ニューウェイ、ルノーからも評価の高かったヒル。ビルヌーブの評価は2人のドライビングにはどんな違いがあるのか。まずこれはシーズン序盤のインタビューでパトリック・ヘッドさんがこう言ってます。ジャックと他のドライバーを比較するのは難しいけれど、デイモンとの違いは明確だね。ジャックはどちらかというと、硬い動きをするマシンが好きらしい。ジャックは2ペダルで、デイモンは3ペダル。ジャックはスロットルとブレーキを左右に踏んで、人とは全く違うマシンの動かし方をしているわけだ。ビルヌーブは硬いサスペンションの車が好きなんですね。で、ビルヌーブの車は2ペダルなんですね。なんで、左足ブレーキとか、車の姿勢を整えるのに、アクセルもブレーキも両方頻繁に使うってことなんでしょうね。で、デーモンヒルは昔ながらの3ペダルなんで、この時点では左足ブレーキはしてなかったみたいです。で、次は、ベルナール・デュドさん。これもまだ冬のテストが終わって、ビルヌーブとの付き合いがそんなに長くない時ですね。冬のテスト中、ジャックにはいろいろ驚かされた。彼の速さももちろんだけれど、ミスの少なさにもね、インディーカーではエンジンは単なる添え物に過ぎないから、ジャックはエンジン技術者と仕事をしたことは一度もなかった。ただエンジンを車に乗っければいいという感じ。だから私たちはその面で彼を指導しなければならなかった。彼はほとんど動きのないスロットルペダルを好む。つまりとてもシャープなものをね。デビューにあたってビルヌーブは何千キロも冬に走り込んでましたから、その時からの様子を見てるわけですけど、速いし、ミスも少ないと。この当時一番速い車であるウィリアムズを何千キロも走り込んでるんでね。それはね、当然それなりの速さになるだろうってちょっと思いますけど。で、インディーカーではエンジンは添え物に過ぎないから、エンジン技術者と仕事をしたことはなかった。なんですね。で、エンジンを車に乗っければいいと。そういう感覚だと。なので、エンジニアとの話し合いであるとか、そのフィードバックの方法とか、そういうのを教えなくちゃいけなかったってことなんですね。これは意外というか、なんというか、なんで意外かっていうと、テレビの F1 の総集編とかで、ビルヌーブはインテリジェンス溢れるやつみたいなことを言ってた記憶があるので、当然こういうメカニズムに対しても非常に知識が深いのかなと思ったんですけど、ここまで読む限りそういう感じじゃないですよね。サスペンションは硬くするし、エンジンのことはあんまりよくわからないし、私一番重要なのがこれだと思ってて、ほとんど動きのないスロットルペダル。シューマッハのドライビングについて紹介した動画を作った時に、実際に鈴鹿サーキットで私が走りを見て、ビルヌーブは荒っぽい運転だって言ったんですけど、おそらくこれやっぱ合ってましたね。要するに、細かいスロットル操作ができるペダルを彼は必要としないんですね。どっちかというとスイッチ的な使い方なんですね。はい。次に、これはシーズン後半、もうレースをだいぶ消化して、ビルヌーブがどういうレースをするのかっていうのをもう何回も見た、その状態でのインタビューですね。ビルヌーブがおかしなセットアップをしたために、リタイアしたなどということはない。だが、時には私たちの方から、そんなことをしてはいけないという程度の忠告をしたのは事実だ。最初に紹介した硬いサスペンションセッティングが好きだったり、トリッキーなセッティングと言えばいいんですかね。そういうのを好むらしいので、やはりその度を超えた時には、それはダメだということを言ってたんですね。ただ彼はマシンのサスペンションを極端に硬くすることを好む。そうするとタイヤの劣化が早まる傾向になる。一部のサーキットではタイヤにトラブルが発生することもなく走り切れたが、中にはタイヤに極度な悪影響が発生したサーキットも存在した。やはりレースをこなしていっても極端に硬いサスペンションセッティングというのはやめなかったんですね、ビルヌーブは。で、当然タイヤに負担がかかるわけで、
まあ結局それによってタイヤを持たせられなくて、最終的にはラップタイムが落ちたりとか、そういうことがあったんでしょうね。悪影響って言ってるのはそういうことだと思います。二人のドライビングについて。はい。これもパトリック・ヘッドさんです。はっきり目に見える違いは、ビルヌーブのコックピットでの作業量は、ヒルよりはるかに多いということだ。ビルヌーブはバンプに乗って左右に跳ね回っても、小刻みにステアリング操作をしてコントロールすることができる。そういうドライビングスタイルということだが、リスクがあるのも事実だ。サスペンションを固くすることによって、車が跳ねるわけですけども、別にビルヌーブはそれを気にしないと。この時はまだビルヌーブも若いですから、反射神経もいいし、体力があるから、まあ気にしないでそういうセッティングにしてたのかもしれないですね。ただ、パトリック・ヘッドさんの言う通り、リスクがあるのも事実。先ほど話が出たように、タイヤを傷めたりとか、もしくはスピンしてしまったりとか、レースを安定したラップタイムでゴールまで持っていくって意味では、リスクがある。その通りですね。ビルヌーブに比べれば、ヒルのステアリングワークはおとなしいものだ。マシンが飛んだり跳ねたりといった挙動を彼は好まない。アラン・プロストのドライビングも見た目はそうだった。ヒルは元からそうした傾向を持っていたのだろうが、93年にプロストから多くの部分を学んだのだろうと私は見ている。ここはなんか想像通りですね。やっぱりヒルはスムーズなマシンを好む。スムーズなドライビングを好む。デビューした時、チームメイトだったアラン・プロストのドライビングを参考にして、そこで技術を吸収して、スムーズなドライビングを手に入れたわけですね。ここで言ってる通り、もともとそういうドライビングなんでしょうけど、プロストを参考にして、さらにそれが磨きがかかったってことでしょうね。まずこのシャーシの開発に関してなんですけど、どちらのドライバーが、これシャーシの開発に、じゃあ貢献できるかっつったら、間違いなくデーモンヒルですよね。ビルヌーブが硬いサスペンションで飛び跳ねるようなセッティングでも、まあ自分のドライビングでどうにかするからそれはいいっていう走り方は、それでビルヌーブが速く走れてんだからいいじゃないかっつったら、その点ではそうなんですけど、じゃあそれで車が進化するかっつったら全然しないですよね。だって飛び跳ねるような車を作ったら、車のシャーシの進化じゃないですよね。反射神経と自分の慣れというか、そこに頼ってる。車が安定した姿勢を保ってくれるであるとか、サスペンションがいい動きをするであるとか、そういった進化はしないですよね。なので、シャーシ開発に貢献するという意味では間違いなくデーモンヒルですよね。で、次に、これはシーズン終了後のベルナール・ディドさんのインタビューです。ジャックは少なくともエンジンに関してはあまり興味を示すドライバーではありません。もし将来チャンピオンになりたいと本当に思うのなら、マシンの技術にもっと興味を持ち、エンジニアと話し合うことを覚えなければならないでしょう。1年ビルヌーブと戦った後の話なわけですけど、1年経っても結局ビルヌーブに対しての印象は変わんなかったわけですね。まあエンジンに興味がないと。で、マシンの技術にもっと興味を持てと言ってますね。エンジニアと話し合うことを覚えなければならない。やはり先ほどのシャーシの話と同じで、エンジンに関してもヒルとビルヌーブどちらがエンジンを進化させるドライバーかといったらやっぱりデーモンヒルっていうことですね。前回の動画で紹介した通りエンジンに関してもヒルのフィードバックは素晴らしいですから、ルノーエンジンの開発に大きく貢献してたわけですよね。だけどこれを聞く限りビルヌーブはあんまり貢献してないですよね。で、しかもここでもっと言いたいのが、このディゾさんのインタビューって、この当時の F1 グランプリ特集に毎月掲載されてたディゾさんのレポートなんですね。だから正確に言うとインタビューじゃなくて、ディゾさんが書いてる日記じゃないですけど、レポートなんですよ。なので、何か悪いことがあっても、非常に柔らかいものの書き方をするんですよ。だけど、このビルヌーブに対してのこの文章って結構きついですよね。ディドさんからしたら、多分あんまり好きなタイプのドライバーじゃないんでしょうね。あとルノーエンジンに対してというかね、エンジニアに対してのリスペクトであるとか、速く走るために必要なコミュニケーションを取ってくれないというか、そういう風に感じてるんじゃないかなと私は思いますね。はい。まあ、なんで、96年、デビューイヤーでありながら、ビルヌーブはヒルと最後までチャンピオン争いをしたわけなので、まあ、間違いなく強いドライバーであるし、駆け引きに対しても強いドライバー、それは間違いないんですけど、
じゃあ、開発に貢献できるドライバーなのかって言ったら、それはかなり疑問という感じですね。この、パトリック・ヘッドさん、ベルナードゥードさんのインタビューを見てると。これで、この二人のドライバーの違いが分かっていただけたでしょうか。で、はい、次もう一個。これおまけです。ドライビングに関してじゃないんですけど、ジャック・ビルヌーブを雇ったフランク・ウィリアムズですけど、何を思って雇ったのか。こう言ってます。私はジャックと契約したが、それは彼がレースに勝てると思ったからだ。彼のことはよく知らない。契約書にサインする前に一度話したきりだ。特に彼の人柄を知りたいとも思わないね。さすがフランク・ウィリアムズさんって感じですね。これも以前何かの動画で紹介しましたけど、これはただ単にフランク・ウィリアムズさんが冷たいっていう言葉では片付けられないんです、実は。なんでかっていうと、フランク・ウィリアムズさんの考えは、レーサーというのはいつ死んでしまうかわからない職業なので、あまり親しくなりすぎない方がいいっていう考えらしいんですね。それは一理あると思うんですね。そこから発展して、チームがどんどん強くなってしまったので、こういう考えで、かっちり固まっちゃったみたいなんですけどね。ビルヌーブに対してもこういう風に思ってたんだっていう、一つのね、皆さんの参考にしていただければと思います。はい。この前後の年も含めて、ウィリアムズは非常に話題が多くて面白いので、またウィリアムズ絡みで動画作ると思いますので、はい。ぜひまた皆さん見てください。頑張りますので、高評価、ね、コメント、本当にありがとうございます。前回の動画、コメントすごい皆さん書いてくれて、非常に嬉しいです。ごめんなさい、全部返せてなくて。あんなにコメント来たのね、久しぶりだったんで、驚きました。またね、ぜひ皆さんと楽しめる動画作りたいと思いますので。過去にね、私何度も言ってますけど、私の動画は、私が話してることが完璧だとか、私が正しいとか、そういうことを言いたい動画じゃないですからね。こういうことがあった。で、実際に、このレース関係者の人はこういうことを言ってた。で、私はこう思いますと。で、皆さんはどう思いますかっていう楽しむための動画ですので、たまにお前は間違ってるとか、そういうこと言ってくる人いるんですけど、別にそう思ったら見ないで結構ですから、楽しめる方だけ見てくれればいいので、そんなコメントも全く必要ないですから。はい。皆さんでね、楽しく盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。